こんにちは、シャーロットです。今回は、私がうつ病で休職し、50種類以上の治療法を試して克服した話のうち、パート1、発症、休職編をお伝えします。この動画を見ると、うつ病などメンタル疾患がどのような経過や兆候で発症し、どういった症状を経ていくのかが具体的にわかります。私シャーロットは、数年前に仕事やプライベートの問題から自律神経失調症やうつ病を発症し、2度の休職も経験しました。私は、こうした経験の中で、精神科クリニックの専門家のアドバイス、デイケアでのプログラム、最新の専門書籍などをもとに、発症に至った原因や症状、そして治療法などを詳しく学んできました。この動画では、これらの経験をもとに、パート1として、うつ病の発症と休職までの経過や症状などについて余すことなくお伝えします。それでは、早速始めましょう。まず、メンタル疾患の発症に至る生い立ちと経過についてお伝えします。生い立ちと思考特性。最初に、私の生い立ちと思考特性についてです。私は、父がサラリーマン、母が専業主婦という少し前の時代のごく普通の家庭で生まれました。私には年の近い兄がおり、自分は末っ子として親から十分な愛情を受けて育ったと記憶しています。そして、小学校時代、兄は背が高く、運動も得意で勉強もできて、児童会長という、いわゆる学校でのヒーローでした。一方で、私は、成績はやや上の方でしたが、特に目立つこともない、ごく普通の子供でした。そのような中、学年が進むにつれて、同級生から、お兄さん、かっこいいね。あんなお兄さん、いたらいいよね。でも〇〇ちゃんは、割と普通だね。などと、徐々に、自分の行動や性格を兄と比較されることが多くなりました。そして、兄は、中学校ではバスケットボール部に入り、3年生の時には、キャプテンとして、県大会優勝に導くなど、輝かしい成績を収め、高校も、県内一の進学校に進みました。その後、私が中学に入ると、上級生や先生からは、ああ、〇〇くんがお兄さんなんだ。きっと、〇〇ちゃんも勉強や運動ができるんだろうね。〇〇ちゃん、意外とお兄さんと違って、おとなしいね。などと、一層比較されることが増えていきました。また、親は特には勉強を押し付けるタイプではありませんでしたが、私のテストの結果がいいと、お前はやればできるんだよ。と、とても褒めてくれる一方、前回より点数が落ちたりすると、何もなかったように私の話題に触れない、という対応でした。このような経過から、私は幼少期から思春期にかけて、絶対に努力し続けて、周囲の人に認められなくてはいけない。物事を失敗せずに、常に良い結果を生み出さなくてはならない。といった考え方が強まりました。そして、結果的に、無意識の思考特性、スキーマ、として、認められたいスキーマ、背伸びし続けスキーマ、失敗許せないスキーマ、が、形作られていきました。そして、私は、中学、高校とかなり集中的に勉強して、比較的大きな総合大学へと進学しました。また、高校から大学にかけては、軽音楽部に所属して、ライブハウスにも出演するなど、元来は緊張するタイプだったにもかかわらず、あえて人前で目立つことを思考するようになっていきました。大学卒業後は、約6000人規模の組織に就職し、事業計画を担うセクションで、かなり多忙な日々を過ごすようになりました。その数年後、別セクションで、プロジェクトリーダーとなりましたが、年上の人が配下に入ることとなり、その気遣いで、とても疲れてしまうことが多くなりました。一方で、その年の春、家族の一人が、メンタル的に不安定な状態となり、その手助けとして、カウンセリングや行政機関に何度も足を運ぶようになり、次第に心身の疲労が続くようになっていきました。発症の経過。職場での多忙な業務と、年上の部下への気遣い、また、メンタル不調の家族へのサポート、などが重なり、徐々に様々な心身の不調が現れ出しました。具体的には、次のような症状が進行していきました。夜寝つくのに何時間もかかる。朝起きた後、頭がぼーっとした感覚が何時間も続く。食欲がなく、月に何キロも痩せていく。文書処理やパソコンに長く集中できない。
さらに、これらの兆候が進み、次のような重い症状が表出するようになっていきました。夜寝た後、4、5回目が覚める。朝4時など、暗いうちに目が覚めて、その後眠れない。食べ物の味があまりせず、何を食べたのかも覚えていない。めまいや頭痛、悪寒など、風邪に似た症状が何週間も続く。仕事で打ち合わせをしていても頭が回らない。会話についていけない。そして、これらが1、2ヶ月続いた後、最終的には、朝起き上がることができず、トイレに行くのもやっとの状態。職場へ行くのが怖くて仕方なくなりました。続いて、休職と闘病の経過をお話しします。症状の悪化と休職。起き上がるのがやっとの状況でも、1、2週間の間は無理やり職場へ行きましたが、デスクに座っていても何もできない状態となりました。そして、ある日曜日の夜、職場の上司に電話して、明日からは仕事に行けない、と伝えました。その後、正式に傷病休暇を申請して、本格的な闘病生活が始まりました。闘病生活の初期は、いわゆる急性期で、次のような激しい症状が、繰り返し襲ってきました。夜の間ほとんど眠れず、眠れても1日1時間程度。体重が約7、8キロ下がり、顔も腕も骨張ったガリガリの状態に。ほぼ一日中、吐き気と頭痛があり、休まる時がない。なぜ、こんなことになったのか、この先の人生はどうなってしまうのか、といったネガティブな思考がぐるぐると回り続ける。家族が外出し、一人になると強烈な孤独感が生じ、いても立ってもいられない感覚になる。このような最悪の状態を見た家族から、精神科クリニックへの通院を強く勧められ、クリニックへ行くことを決心しました。初めての精神科クリニック。しかし、どのクリニックへ行くべきかは深く考えず、とりあえず、知人が行ったことのあるクリニックを予約し、受診しました。その結果、診断は自律神経失調症、うつ病の一歩手前、とのこと。そして、薬を飲んで3ヶ月もすれば良くなりますよ、との話でした。しかし、クリニックの処方箋を持って、調剤薬局へ行ったところ、受け取った薬を見て、驚いてしまいました。最初から6種類もの薬が渡されたのです。しかも、後日ネット情報で調べたところ、古いタイプの抗うつ薬が2剤、強い安定剤が2剤、睡眠薬が1剤、などでした。それでも2、3ヶ月通いましたが、処方の説明が曖昧なことや、さらに薬の種類を増やす提案があったことから、他のクリニックに転院したい旨、申し出ました。後に分かったことですが、このクリニックの高齢の男性医師は、とにかく多剤処方するタイプで、治療が長期化するとのネット書き込みが多く見られました。1回目の転院と、見切り復職。その後、婦人科も併設する心療内科クリニックに転院することとなりました。このクリニックの院長は、50代の男性医師で、淡々とした感じでしたが、よく話を聞いてくれました。また、不安がとても強いことや、眠れないことを伝えると、リフレックスという抗うつ薬と安定剤が処方されました。結果的には、この抗うつ薬がある程度効果を発揮して、睡眠が4、5時間取れるようになり、日中の焦燥感もおおむね収まっていきました。そして、休職開始から半年が過ぎた頃、職場での自分の業務はどうなっているのか、自分は元の職場に戻れるのか、といった思いが高まっていきました。体調としては、まだ眠れない日があったり、日中も気分が不安定なことがありましたが、仕事をしながら直せばいい。むしろ、仕事に行った方が気が紛れるのではないか、といった考えから、職場へ復職を打診し、希望通り職場へ戻ることとなりました。復職後の地獄。しかし、復職が近くなるにつれて、本当に仕事がこなせるのか、といった不安感が強くなり、安定剤を1日あたり最大量、服薬するような状況でした。そして、復職の日、職場の方々は予想以上に温かく迎えてくれて、その点では少し気分を落ち着かせることができました。一方、翌日からの仕事では、愕然とすることの連続でした。書類が以前のようなスピードで読めない。打ち合わせの内容が理解できなくなってしまう。外部での打ち合わせに行くのがとても怖い。など、業務上の問題がいくつも重なっていきました。それでも、続けていれば、そのうち慣れてくる、などと、
自分に言い聞かせながら、数ヶ月間歯を食いしばって、職場に行き続けました。この時は、毎日、いや、毎時、毎分、毎秒が深い苦しみの連続で、本当に、この世界が灰色に見えていました。そして再度の休職。このような地獄の日々が続く中、また、全く眠れない、起きている間、ずっと不安で仕方ない、という症状が連続するようになっていきました。そして、ある朝、今日だけ休ませてほしいと、職場に電話して休んだ後、全く起き上がることができなくなり、再度、休職することとなりました。人生をかけての療養と治療へ。しばらくは、ほとんど起き上がれない状態が続き、トイレに行くのもためらう状況でした。また、起きている間は、昔は良かったのに、なんでこんな目に遭うんだろう。もう、自分の人生は終わりだ。など、ネガティブな思考がぐるぐると回り続けていました。そんな日々が2、3ヶ月続いた後、ある時、このまま薬を飲んで寝ていても何も変わらないのではないか、という考えがふと浮かびました。そして、薬だけでなく、もっといろいろなやり方を調べて、命がけで試してみよう。それでダメなら、諦めよう。という思いが強くなっていきました。その後、インターネットや相談窓口で、カウンセリングや心理療法も行っているクリニックを調べ続けて、同じ市内に希望のようなクリニックがあることを突き止めました。そのクリニックはとても混んでいて、新規はしばらく受け付けない、との話でしたが、それでも1ヶ月間、毎朝電話し続けました。そして、ついに、根負けした女性院長が了解し、初めての診察を受けることになったのです。また、これを契機として、私は、今後は、人生をかけて、本気で療養と治療に専念しよう。ありとあらゆる治療法や改善取り組みを調べて、とにかく試してみよう。と、決意し、それに全てをかけることとしたのです。今回は、私がうつ病で休職し、50種類以上の治療法を試して克服した話のうち、パート1、発症休職編として、うつ病の発症と休職までの経過や症状などについて、できるだけ具体的にお伝えしてきました。そして次回は、この続編として、パート2、療養、治療と、新たな歩み編をアップする予定です。この続編動画も含めて、今後も、メンタルに役立つ様々な情報をお伝えしていきますので、タイトル右下のチャンネル登録ボタン、左下のいいねボタンをクリックいただけると嬉しいです。そして、今後、こんな動画をアップしてほしいというものがありましたら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。また、メンタルヘルスに役立つツールやサービスについて、概要欄に URL を貼っておきますので、よろしければ、そちらもご覧ください。それでは、皆様が少しでも穏やかで心地よい日々が過ごせますことをお祈りいたします。本日は、本当にありがとうございました。